さて、今回は叩き特集第2弾。前回から引き続き、叩きの4原則の残り1つと、奏法と健康について伺ってみたいと思います。そうで、はい次はい4つ目最後はいなんだけど、これねちょっと見た目じゃね伝わらないかな。じゃあ早く深く振り上げて真ん中を叩きました、はいでその後なんだけど、はい皮を押し込むっていうのが最後のポイントなんだよ、でこれこうなんかこう力んでる感じが全体的に伝わるかもしれないけど、これ見てもちょっとあんま伝わらないと思うんだけど、感覚で言うとねバチがこうしなったりとか、そういうので、弾いてみれば感じ取れると思うんだけど、これじゃあ4原則の123個目までを完璧にやって、打ち込みが浅い場合と深い場合でちょっと音を比べてみよう。なるほど。じゃあまずしっかり深く当てられた場合、ちょっと3の糸でやるね。って感じ。で次、今と同じ振り上げ方、それから同じスピード再上げで真ん中同じところで打って、ちょっと浅くすぐこう離しちゃったり感じで、押し込まずに。みたいな、ちょっと当たりが浅いみたいな感じだと思うんだけど、なんていうのこれね、実はチェックするときはこうなんか糸から外れたところでやった方が分かりやすいかもしれない。打音ではっきり多分分かると思う。深くいってるときは、浅いときはカンってちょっと軽く聞こえると思う、みたいな感じで比べられると思うんだけど、これも深ければ深いほどいいってわけじゃなくて、瞬間的な力はこれも最大限でいいと思うんだけど、その長さ、こうずっと押し付けてると、音がこうこもっちゃったりとか、あるいはもちろん親指にすごいダメージがいくし、例えばだけどこれも何秒かってちょっと言えないんだけど、僕は 0.1 秒だけしか力入れてないとするじゃん。である人はじゃあこう 0.2 秒押し付けてると、そうすると曲全体をこう弾いた時に、僕の2倍疲れてるとかさ、2倍怪我のリスクが高くなっちゃうってことになると思うから、これも音量をちゃんと聞いて、まず最初力みすぎてちょっと長い時間こう押し込んでもらっていいと思う。力入れた状態からだんだんこう早く跳ね返す。その音の強さを確保したまま少しずつ抜いていくっていうか、必要最短みたいな感じだけど、そういうのを探ってって、ちょっと音が軽くなったなと思ったら押し込みが足りないかなっていう感じがする。なるほど。なんで皮に当たった時に、皮に当たったらすぐ跳ね返すんじゃなくて、その下までこう押し込むっていうイメージでグッてこう親指で押すっていうのがすごく大事。なるほどなるほど。そう、当たってすぐ表面で跳ねるのではなく、グッてやった方がいいです。皮の反発を感じるぐらいな感じです。そうね、当たった後、こうすぐこうやって引き返そうって、わざわざこう力を入れてあげる人はいるんだけど、普通にぶつかったらリバウンドするから、力抜いたらね、衝突にバチとか手が負けるから、こうやって、これずっとこうやってやってると、力入れてるとそのまま跳ね返されるんだけど、こうやってこっちにこうやってやらなくても跳ね返されるから、よし力を入れたと思ったら抜いちゃえばもうすぐ跳ね返されるか。なるほど、わかりました。ここで質問なんですけれども、普段ちょっとこう練習している時にですね、若干笑ってんの例えばじゃあ3分間8分音符で1の糸をひたすら叩き続ける曲ゴンゴみたいなメタルだねみたいな、そういう曲が出てきてしまったらどうしようと勝手に思ったりするんですけど、そういう時に例えば正しい弾き方をしていればこう疲れないで済むのか、それでもやっぱり疲れてしまうのか、そこのところはどうなんでしょうか。やっぱりね限界はあるよ絶対それは。じゃあ3分間180で、僕が大丈夫って答えても、じゃあ10分間、BPM200 で叩き続けろみたいな、いつか限界は来るから機械じゃないから、それは
大きな音量じゃなくても、まあ、とにかくはい人間体を動かし続けるっていうのは絶対無理だから、はいいつか限界が来ます、なるほどなるほど。そうで正しい弾き方っていうのは、はい同じ目的を達成する中で、はいどれだけ怪我とか疲労とか、あるいはその正確性を保つとか、まあ、そういう例えばじゃあリスクをどれだけ減らせる先延ばしにできるかとか、じゃあ3時間で限界来たものを5時間まで持たせることができるとか、あくまでもそういうリスクを下げることはできない、はい、正直ね。なるほど。そうだからあくまで、まあ、その最大音量を諦めちゃえばいくらでも省エネっていうのはできると思うけど、あくまでもその音を獲得する、確保する、その中で一番マシな弾き方かな。なるほどなるほど。教えてるっていうかレクチャーするのは。なるほどなるほど。だからやっぱり3分間180じゃなくてもずっと叩くのは、僕も嫌だ、もう絶対そんな曲たまにある。でもこれちょっとフルダウンピッキングでガガガガガってちょっと津軽らしくみたいにちょっと無責任に言うディレクターとかいるんだけど、本当にマジできついさ。それはもはや近持久力の世界みたいになってくるんですかね。そうだからそれさ、だから僕もやったことないけど、もしかしたらそういうフィジカルのトレーニングでなんかそういうのに活路を見出せるのかもしれない。なるほど、ありがとうございます。はい。そうで、いやそのさフレーズを僕がじゃあもし弾かなきゃいけない、3分間ずっと叩き続けなきゃいけないってなったら、どうしてもやんなきゃいけないんだったら、それは筋トレとかもするかもしれない。だからそうフィジカルは絶対その否定されるものじゃなくて、あくまでこれやっぱり音が目的だから、それに必要ななんていうの、それにフィジカルトレーニングが必要ってなるんだったらそれはするし、まあだから今の段階で僕はそういうことをしないでもなんか弾けないフレーズが今のところ出てきてないから大丈夫。だから極論言うとこう本当にもうお年寄りとか80歳か90歳かわかんないけど、それでもこう若者と同じようにバーンと迫力が出る音を出したいっていう時にはそういう手段も必要なのかもしれないです。わかりました。だからあくまでも音を目的にしてそれを達成する手段っていうのは、常にこうどんな手段を取ってでもこう探す追求するっていうのが、まあ、プロレベルになればねもちろんそれは必要かなと思います。わかりました。そうで4つこう最大音量にこう出す秘訣、キーがあったと思うんだけど、おそらく4つ守ったのに、台無しにしちゃうこうありがちなミスみたいな感じかな、っていうのをちょっとピックアップしていこうかなと思う。でまず1つは、まあ、今までやった4つの原則全部やりました。でこの時叩き終わった時の手の形に注目してもらいたいんだけど、これが、まあ、ちょっと雑に言うとこうなってればいいけど、こうなっちゃダメと言ってきます。でまあ見りゃ分かる話なんだけど、まあもちろんこう叩いてるから親指とかこうバチ先とかはさ、革に設置してると思うんだけど、小指が浮いちゃう。でなんでいけないかっていうとさ、これ小指側、これバチ先だと、でこれ革、左手はね、でこれがこう伝えたものがそのまんま10伝えたら、10入れたら10伝わってる状態、これがだんだんここがこう浮いてくると、力が伝わらなくなると思う。かすっちゃう。だから力が入れてるそのポイントがどんどん遠くなってしまうと、いくらね、例えばこの極端に言うとこすかってるところで力入れても全く意味ないように、ポイントはやっぱり近くしておくべきっていうのはすごく大切だと思う。そうなんで手自体、そのバチを持ってるところがね、右手が皮からあんまりこう離れないようにっていうのは僕がすごく大事にしてるところ、これは一つのポイントかな。まあ近ければ近いほどいいかっていうと、まあ、意地悪な解釈だけど、じゃあもう手くっつけてればいいじゃんっていうとはそれで違くて、まあ普通にさ、手がこの指がね、このバチの裏側、この指とかがガンって皮に当たっちゃうと普通にゴンってノイズが入るっていうのはもちろん、まあ力も分散されちゃうし、であと、まあ、皮の振動もこう抑えちゃうから同時に、まあ、ねじめって技術があるんだけど、皮の振動をこう手でこう止めちゃうことになるから、まあ、本当に理想はじゃあバチが先がこう皮に当たりました、ほんのもう1ミリでも 0.1 ミリでもいいから他の指が触れてなければ
まあ、それながるほどなるほど。感じかな。そうだからなるべくこう遠くにならないで近いけど当たらない感じっていうところがこの、まあ、右手のはい位置してるこの、まあ、ベストなるほどな感じかなと。それってそのバチのその縦方向の角度というか横方向の角度というか、そのどういう、はい効果ってことでそうですね。どういう角度で調整をする意識なんでしょうか。今言ったことに関しては、はいこっちの角度ね。うんだから、小指がこうなってるのか、はとかっていうこういうはい話ね、はいこっち方向じゃない、はいでそのこっち方向の話に関して言うと、まあ、ちょっと話脱線したかもしれないけど、これは理想の角度って僕の中ではなくて、はいもちろんこう立てすぎたらこうガンってこう皮が破けちゃったりとか、バチが折れたりとか、はい逆にこうやって皮に対してはい平行、フラットすぎると、まあ、こっち側の例えば指が、ね、当たっちゃったりとかして、あとバチのこう反対側の先っぽこう開きっていうんだけどね、これね当たっちゃったりとかってして、まあ、それも圧力分散になっちゃってよくないと思うんだけど、一般的に言うと、縦気味にするとかなりエッジの効いたガツガツした音になります。でフラットにするとちょっと柔らかい感じになって、まあ、僕はまあこれはね本当好みだと思うから、まあ、もちろんみんなこれがいいと思って自分のスタイルが正解と思ってるかもしれないけど、まあ、僕はどっちでもいいかなって思う。これも弾いてみれば多分わかると思うけど、ちょっと伝わるかどうかわかんないけど弾いてみますね。じゃあまず立てた方がいい。っていうのはまあ立てた状態、これを結構寝かせると、みたいなちょっとねこもるっていうか、なんかダークな感じはする、こう寝かせた方が。こっちの方がちょっと明るく聞こえる。まあ多分それがいいか悪いかっていう問題じゃないけど、もう好みの問題です。好みだね。僕はちょっと縦気味の方が好き。パリッと出る感じ。そう。まあ曲によるけどね。わかりました。っていう違いがあります。はい、ここまで叩き特集第2弾でした。次回はいよいよ叩き特集最終弾。ミスを劇的に減らす秘訣についてやっていきたいと思います。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。公式サイトでは津軽三味線レイケンモデル、フリルバチ、三味線ギクバックといった最先端のアイテムを揃えております。概要欄よりチェックしてください。またチャンネル登録、Twitter、Facebook のフォローもお願いします。